こんにちは。カルト研究室室長しのぶです。わけあって次は相談役のイルミルク。はい。ちょっと事情がありまして借り主が離席をしてしまいました。またちょっとねしばらくの間2人会が続きます。はい、続きます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。借り主さんはねコメント欄の一番上とかにねその回を聞いたらコメント入れたらいいと思う。そうですね、主張してください存在を。そこで参加をしていただけたらと思います。はい、いない回はねそんな感じで参加してください。で皆さんもチェックしてください。はい、お願いします。本日はねネクセウムというこれね、はい。ちょっとあれじゃないですか、カルチャー誌とか読んでる方なんかは知ってたりするんじゃないですか。うん、ちょっと話題になったよ。最近です。ね、最近ですよね。ねこのネクセウムっていうのもちょっと今お手すきの方はググってもらいたいんですけど、なんか音っていうよりも記号みたいな感じですよね。直線で構成されている NXIVM って書いて、ね、大文字で書くと直線でこう記号みたいな感じですよね。ローマ数字みたいな。これだよね。私の手の甲に書いてあるローマ数字的な感じの記号みたいな名前でこう音とかから決めたって感じじゃないですよね。今日その名前でつけたっていうような集団名じゃないですけどね。ネクセウム。なんかこれもう計算づくでつけられた感じがするよね、この名前がね。もう本当にそんな感じです。かっこいい音探したらこうなったみたいなさ感じがするブランドのねロゴとかみたいな感じ。この文字の T シャツあってもいいんじゃないって感じだもんね。いやでも本当になんかね違和感がないような感じのね、ちょっとパッと見おしゃれな字面ですね。そうでもやってんことはえげつない、全然おしゃれじゃないんですけど。こちら北米ですね。北米ですね。北米ですね。結構いろいろ今まででも大変なことがあった北米です。北米は結構話のスケールがでかくなりがちです。はい。こちら女性を性奴隷にするという自己啓発団体、もうやばい。またセックスカルトですよ。ただ今までと違うのが自己啓発なんだよね。そう、これがね今ちょっとねさっき市長とも話してたんだけど、やっぱり今先進国っていろいろ物も豊かになってきてて、こう明日のお米どうしようとかね、朝のパンどうしようかしら、仕事がないとかっていう悩みを抱えてる人ももちろんいるんでしょうけど、やっぱり一番大きいのは自己との戦い、自己をどう乗り越えるか、自己をどう倒して新しい自分になっていくかっていうようなねところで、やっぱりそれの答えが自己啓発だみたいになる人も多いんじゃないかと思います。先進国ね、それが北米のこういう団体になって形として現れてるんじゃないかなと思います。悩みがねこう具現化してるというかね。特にね女性は自己肯定できてない人結構多いからね。そうですね、やっぱ北米とか東アジアの一部、韓国とか日本とかって情報化が進みすぎて、メディアが発達しすぎて、女性たちが自分のね肯定感が低く、自尊感情が低いっていうのはすごく言われてますよね。結構周りにも多くない？こう自己肯定力がすごい低い人で、だけど見た目はすごく素敵で、っていうパターンと、自己肯定力がすごく低くって、なのにすごいプライドが高い人めんどくさいな後者のタイプ。後者結構いるよ。で後者の方は、自分の見た目をあんまり気にしないタイプでこじらせちゃってるんですよね。自分はこんなはず、こんなもんじゃないっていう気持ちと、でもこんなもんっていうのと、後者の方はね男性に多いです。なるほど。もちろん全部の男性の話ではありませんからね。ごく一部のお話です。男性にこじれた童貞のを持った男性に多いですね。童貞のですね、こじらせちゃって結局女は男の顔しか見てない、顔か金なんだろうとかいうタイプに多いかもしれないですね。そういう人めちゃくちゃ多いよ、そういう男。ネットカルチャーを眺めてるとよく目につくと言ってもいいかもしれないですね。リアルであんま出会わないかもしれないけど、リアルでだって出会わないもん、そんな人と。出会ったとしてもね、すれ違うぐらいにしてるからね。ちょっと似た近い場所の空気吸ったぐらいで終わるんだと思うんですけど。だってあんまり男の顔面見てないんだけどね。見てないですよね。ないよね。全然見てないと思います。面食いなのっていう人でもそのこだわりパーツがあるだけで、そうなんか違う男の人が思う、全知全能のイケメンみたいなのを求めてるわけじゃなくて、私なんかこういうタイプの、こういう口の形好きなんだとか、こういう目のタイプに弱いのとか、そういう個人的なこだわりだったりしますよね。そうだよね。芸能人の例えば福士蒼汰がかっこいいって言ってる女の子も、なんて言うんだろう、可愛いキーホルダーを見てる感覚の方が強いんだよね。そうマスコット、別にあれとセックスしたいと思ってる人もいるけど少ないんじゃないですか。可愛いみたいな感じで。そうだよね。なんか
あの子が白ご飯のおにぎりを、塩むすびを食べてたらいいなみたいな、かわいいみたいなね、そのぐらいだよね。癒しとか萌えみたいな感じですよね。そう、それをね履き違えてるそのね同程度の男の人はね結構いると思うので。さっきからの流れでこう男性批判を全ての男性じゃないですよ。もちろんもちろんね、分かってる男性もいっぱいいますからね。自己肯定をできてない人は結構このやばいのにはまりやすいので、その自分の中の問題をよそに預けてしまおうとするとこういうことになってしまうんじゃないですか、やっぱり自分の中でねやればいいのにね。このひどいのちょっといきましょう。教祖というか誰でしょう、力だわ。なんて名前だっけ。でそうネクセウムじゃなくって、ネクセウムの中に秘密の姉妹団があるんだよね。ネクセウムっていうのはその自己啓発団体で、でこの先導者がキース・ラニエールっていうヒゲのおっさんです。すげえイケてないイケてない全然イケてない。今写真見ながら話してるんですけど、眼鏡で中分けのロン毛でなんか、ジョン・レノンの亡霊みたいな感じで黒の V ネックを着てて、ジョン・レノンに憧れたけど失敗したみたいな感じのね。そうですね、イケてない。イケてないんだよ。この人が女性に力を与えるべく結成したっていうのが秘密の姉妹団でシスターフットというのがありました。なんかその女性に力を与えるべくってだけ聞くとなんかこうフェミ的な女性をエンパワーメントするような団体なのかなって思っちゃうんですけど、違うんですよね、これね。違うんです。女性に力をっていうのは自分が主人になって女を調教してやろうと、正しい教育をしたら女性にパワーが与えられるっていう洗脳しちゃった。洗脳じゃない、マインドコントロールですね。しちゃったんですね。ひどい。やばいよこれ。で、そうだって自分を唯一の主人として女性メンバーを奴隷とする、本当ファックですよ。いや、性奴隷みたいなことでしょ、どうせこんなの。でこれはまたね、そのシスターフットができてその後にまたさらにちっちゃい団体として、奴隷タイプの DOS という秘密組織を作りました。もうなんかちょっと中二感出てきましたね。だんだんね、内包に内包するみたいなね。秘密組織とかいうあたりでだいぶ中二感出てきましたよね。でこのさシスターフット、入会の儀式があるんですよ。何するんですか、入会の儀式。焼きごって行った。しかも場所がこれみんな場所同じなんですか。そうです。 V ラインのとこですね。もう陰謀ですよ、陰謀。エロ漫画によくあるやつ。もうなんかこのねキースおじさんはちょっと脳がね童貞脳だし、オタク脳っていうかエロ漫画読んでんのかって感じの脳みそしてますね。自分が自己肯定できてないんだと思うの。そうですよね。それを外に預けようとした結果またこういうことになっちゃったんですよ。そうだからお互いが共依存なんだよね、これ。そうでしょうね。会員とを求めた結果結局どうにもなんなかった話なんだけど。病的なやつらだなこれは。でね、このね、まずご主人様に自分の裸の写真を撮らすと預けなきゃいけなくって、それを担保に脅しになるんです、これ。で表にさらすと脅されて、初めは小さい入れ墨を入れますっていう話だったのに、実際その場に行ったら夜勤だったっていう。いったいやこれ絶対屈よ辱だし、いやでも屈辱感を味合わせて幸福させるってことですよね、きっとね、最初にね。この夜勤をされた女の人の手記とか読んだんだけどさ、もうかわいそすぎて。いや辛い。だってこんなことされるって思ってなくっていくんですもんね。だってもう納得してやるならいいけど、そう、もう裸の写真を撮られてそれ担保になってるからね、拒否権がないってことですね。それがね、その弱い人をやっぱりターゲットにしてるからさ、裸の写真なんかどうぞって話だけどね。ね、もう別に焼きごてよりはね、焼きごてよりは、いやだけどやっぱりそう弱かったり低粛だったり、やっぱ慎み深い女性が逆にこういうの引っかかっちゃうんじゃないですかね。そうなんだろうね。なんかね、ひどい話です。奴隷ですよ、本当の奴隷。奴隷ってこうやって作るもんじゃないのに。本当はね。本当は本当。古代ローマの奴隷とかちゃんと有給みたいな休みもちゃんとあってなんか給料もあって、なんか結婚したら土地もちょっともらえたりしたとか言いますからね。全然奴隷じゃねえじゃん、普通のサラリーマンじゃん。そうだね。だって奴隷ってね、財産だからいなくなったら困るからね。そうだから財産だからこそ、なんかお金持ちとか荘園主とかはすごい大事にしてたって言いますよね。全然普通の会社員ですよ。これに比べたらなんて文化的な話でしょうか、ローマの奴隷はね。でしかもね、この各セミナー、各団体があるでしょ。各セミナーには、受講料が数十万円かかります。高いな。で団体内で昇格する手段として別講座の受講を進めたり、
もうこれは本当自己啓発セミナーのネズミ講みたいな形だよね。ネットワークビジネスとかああいう感じですよ。そうよく言うあれだよ、ビッグになりたいんだったら先行投資しなよっていう。わよくあるよくある。先行投資っていうのは会社側から雇う側に対してお金を出すことを言うからね。準備金とかね。だってそういうのじゃないですか、そういうのじゃないから教育するためにお金を搾取するとか、セミナーこれ教えるからお金を払いなさいとか、セミナーで払うのはいいんだけどさ、でも明らかに見合ってない金額だったりするんでしょ。だってこの数十万円ってやっぱりね、おかしいんだと思いますよ。で団体内で昇格する手段として別講座だから、もはやその自己啓発ではなくなってるんだよね。これもねダメなやつですね。もうこれあれですよ、もう団員というかその会員同士で、こうお互いね規律を守らせ合ったりとか監視し合ったりする段階でしょ、ここまで来たらね。この DOS のさっきの奴隷制度のある、秘密組織ね、DOS、こちらも昇格するには新たに自分自身の奴隷を勧誘する必要が必要ですね。全然ネズミ講座のネットワークビジネスでしょ。奴隷に奴隷がいるんだよこれすごいな。すごいっていうか現代的ですね。本当にネズミ講なんです。それが恐怖で支配されたネズミ講だからね。いやこれちょっとさ、あまりにもちょっとひどい、非人道的だし、これは罰せられたりしたんですかね。怒られたんですか。一応怒られたんだ。はい。でこの女優のアリソン・マックっていう人が、この教団というかこの集団のナンバー2で、でこの人がやったことがこの詐欺や恫喝などの行為により子どもたちの輸送手配したっていうのがね、多分これね人身売買に関わってきててやっちまいましたね。子どもたちの輸送って普通に出てくる言い回しじゃないですよね。だからこの詐欺や恫喝などの行為ってことは、多分この奴隷たちじゃない、奴隷の子供ってことなんじゃないの。で売春とかさせてたんだと思う。あとはあれですよ、養子を欲しがるねご夫婦に子供を、だから5歳とか10歳とかの子供じゃなくて生まれたてのね、やっぱり赤ちゃんは需要が高いらしいですからね。養子をご希望のねご夫婦にはね。アリソン・マックは確か裁判になったはず。なるほどね。いやこのひどい話ですよ。しかもこの担保ってなるヌード写真とかを、毎月アップしなきゃいけないんですって。うわ、ドロップボックスにこれ共有されちゃうやつですね、Mac とかでこれだから自分のねその不貧困な行い、だからはしたない行為ですね、多分どっかでおしっこしたり裸で外歩いたりとかそういうことだと思うんですけど、この写真をねドロップボックスにアップしなきゃいけないんですって。奴隷の務め、担保を更新しなきゃいけない、現代的担保更新しなきゃいけないんですよ。この奴隷たちは一体何がしたかって、結局自己啓発はできないよね。クソみたいな自称サディストに群がるメンヘラ女たちって感じがする。私も資料にちょっと書いてんだけどね、ツイッターでよく見ますねこれはそういうことが言いたかった、そういうことが言いたかったそうよく言いますよね、自称サディストの男にね、群がるメンヘラ女たちいますね。お金とセックス、しかもこれ搾取されるからお金あげちゃう方でしょ、これは本当ひどい話だよ。だからやっぱこの精神的な弱さにつけ込んでるわけですよね。これ本当ゲロ出ますね。ゲロ出ますね。ツイッターでね、よく自称サディストとか、セックスカウンセラーとかいるじゃないですか。カウンセラーって言っちゃダメだからね。あれね、ちゃんと資格持ってない人しか言っちゃダメですよ。カウンセラーはね、とかセラピストとかね。セラピストは多分ね規範がない。よくいるでしょ。いるセラピストとか。いる。で日本では、挿入があった時点で挿入があってお金を1円でも払った時点で売春行為になるので、全て違法ですからね。よくなんだっけ、特殊風俗の届け出をしてるのでうちは大丈夫ですって言いながら本番やっちゃう男がいますけど、うちにはね泣きついてくる女子が山ほどいるので本当によくいますけど、チンコ突っ込んだ時点で全部違法なんで捕まりますよ。管理売春がね、違法なので、お店とかでやらされたって言ってもダメですから。ダメ、もう自分のそのチンコが罪だからね。そのチンコが罪。また歴史に残るような言葉を言わないでくださいよ。
いやだからそういうのに騙されないように、でも本当それはね、そう一番言いたいのはそこなんですよ。そうです。みんな心に穴は開いてるし、誰かに頼りたいし、認めてもらいたいの、そんなのみんな一緒です。みんな一緒です。みんな一緒、程度の差こそあれね。みんなそこそここじらせてますよ、現代住んでる人なんか。でだからってこういうお手軽な自己啓発のね人たちに助けてもらおうって思わないでほしい。本当に泥の中を這いずり回りながら1ミリずつ登るような感じでしか癒せない傷もありますよ。そんなのでもそんなの普通のことだから、生きることって地獄だなって思ったかもしれないけど、そんなの当たり前です。当たり前なんです。この世は地獄です。この世は地獄なので、地獄に住んでてわざわざもっとさらに別の地獄に行く必要があるかって話ですよね。本当そうですよ。これはね名前が変わった地獄なだけで一緒だから、痛みをね上手に自分と話し合い、自分自身の中でね痛みと上手にうまくやっていく方法だってあるので、こういう人たちに頼らないでほしいです。本当もっと傷つくからね、特に女子な。そう本当だってこのさシスターフットたちもさ、その裸の更新しなきゃいけないんでしょ、ドロップボックスにこれを秘密にしといてくれるっていう保証なんかどこにもないからね。普通に売られてる気がしますけどね、だってもっと担保にするっつったってさ、顔を消して出しちゃうよね。普通に売ってると思いますよ。だってここね受講料でね数十万円とか数千ドル取るような銭ゲバの人たちはね、売れますよ、そんな売れそうなもんあったら。そうだ、子供まで売っちゃってるからね。本当ですよ。多分この人たちお金大好きですね。だから例えば夫がいてこういうところに入っちゃって、どうにもならない秘密にしなきゃいけないってなったとしても誰かに相談してほしい。そうですね。絶対道はあると思います。あります。例えば裸を持ってかれちゃったんだとしたら、私だったらちゃんとした写真家を雇ってヌード撮ってもらう。もう撮ってるから他のアップされてもそう価値を薄めていくとさ、それをどっかで個展とかやっちゃうヌード展をやっちゃう。もう売りますよみたいな、写真出すし、写真集出すしみたいな、アートとして。でその前のね恥ずかしいのが公開されたとしても、やっぱ素人はダメだねって言えるじゃん。これはオフショットなの下手くそな素人が撮ったのよって言えるじゃない全然いいですよね。とかね、そういう手段があるからね。本当にやりようだと思います。だから皆さんこういうね今セックスカルトに関わってる人が聞いてるかどうかわからないけど、ちょっとおかしいなと思ったらもうすぐ人に言った方がいい。まあでも言葉が強い人にはねついていきたくなるの分かるからな。そうですね。パワーがあるからな。我々はそういう人たちをいっぱい見てるので、いっぱい見てるので引力が強いっていうのも重々承知でございますよ。それはね、気持ちは分かる。すごく人に相談してね。本当ね、やっぱ分かち合う相手を見つけてください。そのね団体の人とかじゃなくてね。そう誰でもいいです。そうなんですよ。でもなかったらカルケに言ってくれればいいからね。そう言ってものによっては相談料取りますけどね。私たちカウンセラーも資格持ってるんで。そうですね。私も学士なので認定心理師ですからね。なのでね、話次第によってはね有料になるかもしれないですが、無料でやるよっていう人ほど怖いものはないから。本当それはそうですよね。なんでただで時間を分け与えなければいけないのだ。その後搾取するためですよ。ね、もっと大きいバッグがあるからでしょ。そう怖いからね。みんなねちょっとちゃんとそこはちゃんと計算しましょう。はい。続きまして。またさらにファックなのが続きます。ファックなのね、これね相談役持ってきました。はい、お願いします。キャッチコピー、教祖様のセクハラ健康チェック。怖いちょっとこの昼のバラエティ風に言ってみました。セクハラ健康チェック、超怖いワードがこれなんか日本にも2000人ぐらい信者いるっていう話なんですよ。そんなにいないと思うよ。交渉が2000でも1000人以上は絶対で。1000人はいるんだ。でも私も信者さんのブログ見つけましたよ。マジか。現役の。しかも主婦、お子さんいるみたい。子供どうしてんの？入ってんの？入ってるみたいですよ。あとあれだよね、これ現地じゃないからね、日本だからね。そう日本の話なんでちょっと薄まってたりとか、またちょっと日本の新たなリーダーによってまた布教されてるので、またちょっと違うかもしれないです。摂理っていうキリスト教カルトの話を今してるんですけど、これ韓国のねキリスト教ルーツに持っております。教祖はチョン・ミョンソクさん。これ日本での通称摂理って言われてるんですけど、正式名称はキリスト教福音宣教会っていうらしいです。出た福音相談役が嫌いすぎて大好きな福音派ピコーンってくるやつですね。グッドニュースです。グッドニュース、これグッドニュースじゃないや、摂理エヴァンゲリオンでしょ。そうそれです。分かんない人前々回ぐらいのもう前回ぐらいのやつを聞いてくださいね。韓国では JMS、ジーザスモーニングスター、
これねさっきもちっちゃいねって話をしてたんですけどジーザスモーニングスターのとこね J と M っていうのこれはね教祖のチョン・ミョンソクのイニシャルなんですよ。これイニシャルグッズとかいっぱい作ってたんでしょうねこのさ承認欲求というかこの強さをさっきのさ自己啓発の人たちに本当ですよ分け与えたいよ。これぐらい俺俺俺って言ってほしいですね。ね本当ね。これぐらい出してほしい。私自分のイニシャルのバッジ作ったんだいるって言ってほしいそれぐらい自己肯定感高めてほしいですね。高めてほしい、うん、全然もらうから。いやもう欲しいいくらって、300円くらい出すってもらえますよ。そんなのやってくださいそれぐらいでこの何が問題かっていうとこのチョン・ミョンソク氏も懲役刑受けてるんですけど、女性信者と面談時に健康チェックと称してわいせつ行為や性暴行を行ってた。2009年にそれが発覚して問題視されて懲役10年の実刑判決懲役刑です受けてます。このチョン・ミョンソクさん今も、これ2009年に10年だからまだお利口さんにしてなければまだ入ってる可能性ありますね。いやもう出てんじゃない。お利口さんにしてたらいくら韓国でも出してもらえるんじゃないかと。仮釈放があるから、出てるかもしれないけどまだギリギリ入ってるかもねぐらいの時ですね。でこのチョン・ミョンソク氏って、1945年生まれでまだ若いんですよね。だからね。そうだね、でも幼い頃からクリスチャンだったらしいんですけど、20歳頃にご存知統一教会ご存知統一教会に入信したんですけどこれ2年くらいで出ちゃうんですよね。でその後何年か経って愛天教会っていうラブヘブンチャーチ愛天教会を設立しまして、その後ね何年かごとに名前をトントンと変えまして最終的にはキリスト教福音宣教会となったと。もうこれさなんかこの流れ知ってる流れだけどさよくあるってやつですね。何個も名前変えるのって多分統一教会を薄めるためなんだよね。そうなんでしょうね。段階を踏んでこう昆虫が変態していくように、形を変えてるんでしょうね。前回の日本のありましたね。オウムの派生のあれもそうなんじゃないの。名前またすぐ変わって脱退するんじゃないの。でまたでも名前変えていく可能性はあるので、本当ニュースとかは注意深く見てた方がいいですね。本当にね、あんまりなんか若い方にはねあの辺の怖さってあんまちょっと伝わりにくいのかもしれないですけど、ヨガスクールだと思ったら4代前は教団だったとかねあるからね。全然そうだから我々が敵視してるわけじゃないけど、ロハス気をつけてね気をつけてるそういうことなんですよね。はい、続きまして、摂理のね信者さんがバイブルスタディって聖書勉強会とかよくありますよね。あれは30項論とか30論って言われるものを使ってるんですけど、これ統一教会の原理項論のねパクリというかまあ似たようなやつって言われてますね。原理項論っていうのは統一教会の教理を解説する解説書、テキストに対しての参考書みたいな感じで、聖書というのはこれこういうふうに書いてあるんでこのように読み解きましょうっていうようなね、ガイド書のようなものらしいです。でもなんかね摂理ではね信者にねその大事な教義を教会の外部で教えちゃダメだよって言ってるんですって。禁じてるっていうかねダメよというふうにはしてるみたい。良くないですというふうに言ってるみたいです。でこれで隠すことっていう隠しちゃうともっと信者いっぱい広げたいのに逆じゃないって思うんですけど、でもその隠されし秘術を知っているっていうのは特権意識につながる。で信者さんのさっき言ってた自己肯定感とかじゃないですけど、自意識を高める一つのエッセンスになりうると、利用しているようですね。だからちょっと戦略的ですよね。あえて隠すことによってその価値を高めるっていう、そんなことをやっているみたいです。なるほどね。セクハラもねこれもすごい問題だったんですけど、何がじゃあ危ないのかっていうと、ちょっとスローガンがありまして、一人が一人を布教しよう。ネズミ講だ。なんでこういうこと言っちゃうの？でなんかねその誰がどれだけ連れてこれたかっていうのをメンバー同士でこうランキングみたいに営業成績みたいにして出してるみたいです。競わせるんだって。で日本国内でもね50ぐらいの大学に信者がいるって言われてて、だからその中のいくつかはサークル化してる。やっぱり初めは宗教であることがこのもう手口だよね。前回の手口だよね。そうこの間のね啓蒙啓発キャンペーンからちょっとつながってる部分もあるんですけど、初めはねやっぱ宗教だよとは言わないんですって。無関係のスポーツであとゴスペルサークル、サッカーとチアリーダーとか、あと英会話サークルとかっていうのを装って、メンバーになりませんかって勧誘活動すると、なんかキャンパス内とか高校の学校内でね若年者を対象にだから学生さん自身とか生徒さん自身がやってるんですよね。外部から人が入ってっていうよりも。
でかなり活発な勧誘活動を行ってくると。でも最初隠してるってこれ詐欺じゃんってなるんですよ。悪質ですよね。最初に正体言わないで、みんなと仲良くなってからはい実は宗教でしたダメでしょ。しかもまあでもそうは言ってもキリスト教だしねって言って入っちゃうのかもね。でももうここまで来たらキリスト教なんかないですよ。だって聖書だって言い換えちゃってるわけだから。そうだよね。独自の聖書だもんね。独自の聖書、解説書っていうことにして独自の聖書にしちゃって、まあこれはもちろんバチカンさんとかにはめちゃめちゃ怒られてるやつなんですけど、ね、でもやっぱり大学側もこの対応には苦慮してるみたいです。やっぱどうしても学生自治っていう、まあ、ルールがあったりとか、学生一人一人の信教の自由を守らないといけないっていうルールがありますから、なかなかダメだよこんなことするんじゃない、学校内で布教は禁止だ、勧誘は禁止だというふうには言えないんですって。予防とか防止が難しい。だからもうせめて新入生のオリエンテーションの時にはキャンパス内の勧誘などの活動がもうありますよって、まあ、最初に告げること、あとはサークル名とか活動内容を秘匿した勧誘には応じないっていうことをね、はっきり大学側がもうそのリスクを学生に伝えて、学生を守る、こちらとしては相談してもらえればいつでも君たちを守りますよって姿勢を示してほしい、もうそれぐらいしかないんじゃないかっていう論文がありました。難しいですね。難しいよね。最初からその外部の人を入れない大学もあるじゃない、短大とかで。そうですね、インカレとかがなかったりするとかね。それはいいんだけどね、やっぱり難しいよね。学生自身とか生徒さん自身がやるとなると、やっぱ学校もね、方向処分に退学にするわけにもいかないし、難しいですよね。宗教活動を禁止にまあしちゃえばいいんだろうけどね、なかなか難しいよね。宗教の自由を犯したとか言ってまた権利問題とかになって、左翼とか出てきちゃう。あれでしょ、私立は OK だけどそうでしょうね。私立は自由だからさ、公立は難しいかもしれないですね。まあ、あとは仏教系とかミッション系でそもそも宗教色の強い学校なんかもやりづらいかも。そうだね。こっちのは良くてなんでこっちはダメなんだ、差別だとかね。まあただその仏教系の学校でキリスト教を布教してるのはちょっとこらになるからさ、それはいいけどね、NG にしやすいかもしれないですね。なんかでも学校側もやっぱりこういうの積極的に対処していかないと学生側が守れないですよ。自己責任だって言い切れないんじゃないですか。だって学校の中で起きてることだから、責任ある程度あると思います。でもちろんね、カルケントのメンバーからはやっぱり個人個人に自衛してねっていうのが一番強く思いますけど、もし学校関係者の方とか聞いてらっしゃったら積極的に守ってあげてほしいと思います。門戸を開いておいてあげてほしいです。何かあった時にね。誰にも守ってもらえないって結局じゃあね、危ない団体でもじゃあ頼っちゃうよってなっちゃうと思う、ね、誰も助けてくれなければね。まあそんな設議ですが、セクハラ面談の実態、はい、胸クソ案件だこれ。教祖のチョン・ミョンソクさん、女性信者を写真と名簿で選ぶ。これさパネルじゃん風俗ので直接呼び出すらしいです。で女性は呼ばれて入っていくと、まあ、お付きの方から先生はイエス様と同じように病気を癒すお力を持っていらっしゃるから、健康チェックをしていただきなさいと。子宮がんとか卵巣の病気とかそういうね女性特有の病などがあるでしょ、見つけてもらいなさいって言って教祖の待つ個室に案内される。そうすると女性が望んでないわいせつな行為を教祖からされてしまう。病院でやるけどね、健康チェックはね、普通に検診に行くよ教祖にしてもらわなくてもいいやなんか教祖に下着を脱がされて恥骨に噛みつかれたっていう女子大生がいて、自分が性的に純潔であるかどうか先生は私を試されたと思ったって可愛いことを言ってます。恥骨に噛みつく意味が分かんないんだけど、ピュアすぎねえか。恥骨に噛みつく言ったこれ謎恥骨に噛みつくことで霊的エネルギーが伝わってその女性が純潔であるかどうか分かるみたいなことですか。子宮がん的な、いや経験があるかないかとかじゃないですか。あろうがなかろうがどうでもよくない？恥骨に噛みつかれたら全員痛いですよ全員痛いねこの女子大生もちょっとピュアすぎねえかと思いますけど、いやなんかまださ露骨に性行為をされた方がなんか分かりやすいというかさ、分かりやすい。恥骨に噛みつく意味が分かんないそういやこのね行為がちょっと異常なんですよ。指入れされたとかならさ分かりやすいじゃん。確かに恥骨って噛みつかれた経験もないし噛みついたこともないじゃん。何なんですかね。なんだろうね。い
よくわかんないんですけど、でもなんかこの個人面談が許される女性はやっぱりこうね、まあ才色兼備というか、まあ、疑いのなく、まあ、ピュアな女性信者、美しい女性信者が選ばれるということらしいですよ。だからこう、まあこの教団、摂理の教団に対して、まあ、貢献度が高くて、まあ、信者としても信頼されているっていうその特権意識につけ込んでるっていうねのもあるみたいです。でもなんかこの教祖がそんな恥ずかしいことを、自分の欲求を満たすために恥ずかしいことをするはずがないっていうふうに思わされるぐらいもう完全にマインドコントロールされてる、まあ、そういう女性を選んでるんでしょう。疑問を持たないような、ちょっと友達に連れてこられて疑心暗鬼みたいになってるようなのは多分美人でも選ばないんじゃないですか。じゃあこれ入会なんだっけ、入会の時じゃないんだ、もう入った後に。そうですそうですそうです。なるほどね。もうだいぶこうズブッといった後で呼ばれるっていうね、突然健康チェックが勘弁してほしいけど、でもその時には勘弁してほしいとか思う段階じゃないんですよ。先生がおっしゃることは正しい。その今日本で活動してらっしゃる主婦のね、信者の方のブログ見たってさっき言いましたけど、読んだら、こういうセクハラ疑惑があるのは事実だし自分も知ってるけれども、考えてみてください。先生がそんなことすると思いますかって書いてある。そっちかすると思うってそれともよくあるよくあるやつ、よくあるって思いましたけど、まあ信者の方はだからそうやって思ってるんですよ。するはずがないって。そういうようなイメージのコントロールもうまくやってるんでしょうね。で日本で一躍摂理が有名になったのってね、2011年なんですって。割と最近だね。なんかね、九州のね市長さんの選挙が、古賀市の市長選挙があって、まあ、某 T さんという方が初当選したんだそうですけど、過去にこの摂理の幹部信者だったっていうことが明るみに出て物議をかました。で週刊朝日にスパ抜かれまして、この女性信者のわいせつ行為とか、あとは悪質な強引な勧誘とかね、そういうのもスパ抜かれまして、でそれをまあ逆にね T 氏が名誉毀損だとして訴訟を起こすんですけど、負けてます。週刊朝日が勝ってます。これは信じるに値する根拠があったっていうふうに裁判所が判断したので、結局お縄にはならなかったんだ。ならなかった。不起訴になった。けどやっぱりあったでしょ、これきっとね。証拠は明確な証拠はないけれども、あったと信ずるに値する証拠があった。多分じゃああれだね、和解金を払って不起訴だねこれ。そうかもしれないですね。時代になったのかな。なってると思う。だから女性信者へのわいせつ行為って、あんた教祖じゃないのに同じことやってどうすんのって思いましたけど。本当だね。教祖でもダメなんだけど、ダメだけど、教祖でもないくせにやるやつはもうちょっと盗っ人だけしい感じがしましたね。確かに。なんでまだね信者数そこそこいるみたいなんで、ちょっとこの辺のやっぱキリスト教系カルトもね気をつけてほしいし、やっぱ聖書勉強会っていう名前で確かにキリスト教のプロテスタントとかカトリックとかが活動してることも確かなんですけど、聖書勉強会っていう名前でもカルトもやっぱ同じように活動しているので、聖書じゃないもの出てきた時点でいくらキリスト教に興味がおありの方でも親と思ってください。私いつもこれ本当に純粋な疑問で、どうしてキリスト教に興味があるのに独自のキリスト教展開をしてるカルトにわざわざ行くのかな。でも教会ってパッと見区別つかないですよね。勉強してそれググれ本当に私神道ですけど、そのふわっとした神道ですけど、だからってさ今更そのどっかの神道系の宗教団体がやってきて、一緒にアマテラスをお祈りしましょうってアマテラスやばいって言ってんじゃんって思ってるから入んないじゃん。そうですね。だからキリストのことも好きかもしれないと思ったら、自分で聖書を読んで調べてほしいよね。本当それはその通りなんですよね。でここのそのさ独自のなんていうの独自のその聖書を読んで、あれこれ違くないってなったらまず比べて読んでみるとかね。三十項論とか原理項論ですね。そうですね。本当そう思います。言ってることとやってること全然イエスが言ってたのと違うじゃんっていうのが絶対あると思うので、きちんと勉強してほしい。本当に聖書なんかどこの本屋さんでも絶対置いてるし、自分の推しの神様だと思ったんならちゃんとそこに熱量を使ってほしいんだよね。そうエネルギーの使いどころが違うんですよ。いきなり人に教えてもらおうとかしちゃうから。これあれだよ、なんだっけ、そこの前回ちょろっと話をした検証会とかそんなだよ。ああそうですね、確かにそう。日蓮の教えなんか全然知らないのに関係ないこと言ってますからね。そうだね、そうなんだよ。それ言ったらマヨガとか、でも、旧約聖書と新約聖書両方読めっていうのもなかなかね大変かもしれないですけどね今ね Google っていう先生がおりますので。そうですねググりましょう。ググってください、いっぱい出ますんで。
そんな感じで今日はこのまま終わりたいと思います。はい、今日はね胸くそカルト2つでしたね。はい、はい、ゲロ吐きそう。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。